Good evening. What day of the week is Jeremy? Sorry? Did you say Thursday? Isn't it rather unusual for us to be doing this on a Thursday? そうね。火曜日が忙しくなっちゃったね。Tuesday is kind of a little bit difficult for us now. Good evening. Thanks for joining us. よいしょ。よいしょ。はい。As the kids get older, they get busier. And as they get busier, we get busier. Are you okay? 送ってなかった。Really? いや、今送った。Okay. Should we, 送ってなかった。okay. Shall we keep going? うんうん。ごめんなさい。Well, that's all right. 誰もいないなと思って送ってなかった。あ、来て。Good evening. If you've just joined us, ごめんなさい。good evening. Thank you for ごめ joining んなさ us. い。なんと URL のメッセージの配信を忘 Good れてまし evening. た。 Good evening. Thank you for joining us. はい。Hiromi prepared the announcement for this evening's. 10分前に用意してたのにね。もうちょっとだよ。配信ボタンを押すのを忘れてて。So now that information is at last getting out. すいません。 Good evening. Thank you very much. Sorry that the information we got about this evening's broadcast was sent a little later than usual. But that's okay. That's no problem. It's lovely to have you join us. Welcome, welcome, welcome. We were just explaining that it's very... Thank you for joining us. Good evening. ありがとうございます。こんばんは。いや、参ったな。Thursday. It's Thursday. And we're back to Thursdays. And we apologize if this makes it a little inconvenient for anybody. But right now, because our kids are getting older, they're getting busier. And Tuesday has become one of the busy days. そうなんですよ。なんか前はちょっと木曜日だったんですけど、今度火曜日も忙しくなっちゃって、もしかしたらやっぱり木曜日の方がいいかなっていう感じにね、なってきてますが、Right. 今日はね、ちょっと木曜日に、来週火曜日がまたちょっと厳しいかなっていう感じがしてきてます。また木曜日に戻すかな。Yes. っていう感じです。皆さんすいません。いや、なんだ配信ボタンを押してなかったなんて、YouTube ライブ始まってから、あれメッセージをしてないって気づいてしまった。すいません、失礼しました。I certainly look more tired on a Thursday than I do on a Tuesday. ひげが、ひげが、マスクしてるとひげ剃らないですね。Yeah. よくないですね。Yeah, I'm fairly more alive on Tuesdays than I am on Thursdays, I think. It's getting towards the end of the week, but no problem. We're all good, fine. How are you? Alright. 今日はなんかコンサルもあったりしてちょっと楽しかったです。ね、先生と話すの好きなんだね、私。一緒になんか考えたり話したりするのがね、よかったなと思います。それでね、この間ね、専科セミナーね、インフォメーションギャップアクティビティについてやったんですけど、とってもね、嬉しい感想をたくさんいただいています。ありがとうございます。そこまで考えてなかったとかね。で、ちょっと自分の見直して、教えてもらった通りにちょっと細かいステップをね、踏みながらやったら、すごい生徒の発話がもうすごい変わりましたとか、言っていただいてね、本当にやってよかったなと思います。Yeah. なかなかね、なんていうのかな、ただゲームをするね、なんか消去法でやるとかね、なんかそういうのだけじゃないからね、インフォメーションギャップっていうのはね。で、そういうところを、お伝えできてよかったなっていうふうに思いました。Yeah, I mean, in fact,
information gap was only, even though the title of the seminar was information gap, the actual gap within information was only addressed for a small part. It wasn't entirely that. It was addressing basically the power of information in the classroom and how it affects the kids' language, but also behavior. You can engage students with information depending on how it's presented. そのインフォメーションって何かっていうのも、ね、話をさせてもらったんですけど、やっぱり先生の役割って何だろうってことをやっぱり考えることって大事で、なんか先生はただ英語を教えればいいとかね、楽しく教えればいいっていうだけでは足りないと思うんですよ。で、教えるとかね、楽しく教えるっていうのは、その先生じゃなきゃダメなのっていうふうに思うじゃない、よく次世代型の、教育の中とか、あるいは養成講座の中でもお話をするんですけど、先生が先生である理由、先生が人間である理由っていうのは、やっぱりもう一回振り返った方がいいと思っていて、楽しく学ばせるってことだけ考えたら、ね、アプリとか YouTube とかでもゲームとかでね、楽しく学べるじゃないですか。じゃあなぜ先生が、人間である先生が教室の中で、やる理由があるのかっていうことを考えると、そういった情報の扱い方、コントロールの仕方っていうのは、すごく先生でしかできないことなのね。なので、そこを大切にしてもらえたらいいかなというふうに思います。で、いよいよね、日曜日から8期が始まります。We had a very interesting orientation. そう、この間、ちょうどね、専科セミナーのあった日の夜に8期のオリエンテーションして、新規の方もリピートの方もね、一緒にちょっと時間がある方は顔合わせみたいなことをしたんですけど、いやー、なかなかね、また今期も楽しい、面白いっていうかね、気になるんじゃないかなっていうふうに思いました。でね、今日、たまたまアプリフトセって話してた時に出たんですけど、次世代型子ども英語教室をね、もっともっと広げたいって仲間を増やして、みんなでね、また勉強し合ってみたいなことで、教室を増やしたいですっていう、その地域でね、に言ってくださって、で、本当なんか嬉しいなって、思いましたね。Yeah, that's lovely, isn't it? そうそう。だから、次、9期はね、ちょっと後になるとは思うんですけれども、やりはね、するんですけどね。やっぱね、次世代型、この養成講座に来る方って、その言い方悪いけど、やっぱすごい変わってると思うんですよ。Well, 変わってるっていうか、やっぱりなんていうのかな。They are committed to wanting to change. Committed to change, committed to development, committed to their students. そう、だからもう、なんていうのかな。現状に本当に満足いってないし、不安だし、もう変えたいって、もう変えるしかないって、変えなかったらもうやらないんじゃないかっていうぐらいの思いでやっぱ飛び込んできてくださる先生がほとんどなんですよね。もう自信がないって、もうこれでダメだったらやめちゃおうかなぐらい。子供の前ではニコニコしててもね、やっぱりそうやって、それだけすごく真剣に悩んできてる先生が非常に多いんですよね。But it's very understandable why teachers start feeling this way. Because it's hard to gauge progress in students. That's one. Secondly, teachers who work on their own have very little opportunity to speak with other teachers about these key issues. でもね、そういう状態で来ながらも、やっぱすごく、この講座結構本当にがっつりやるんですよ。ただ受講して終わりっていうものでは全然ないんで、もう本当に切磋琢磨して、もうどうしよう、もう頭パンパンって言いながら、皆さん頑張ってついてきてくださるんですけど、やっぱその期間をね、一緒に
過ごす。で、自分と向き合って対話をしながら進めていくことでね、今日も言ってもらったんだけど、子供のその日本語を減らして英語を増やせない自分が嫌で、何とかしたいと思って飛び込んだんだけど、なんかそれより何より、こんなに人生が変わると思わなかったって言われて。でね、本当に良かったって言ってくれたんですよ。例えば、うちの講座は決してその安い方ではない、どちらかというと高い講座なんですけど、最初はそう思って、金額的にはね、最初は高いと思ったんだけど、いや全然安いですって言ってもらえて嬉しいなって思いましたね。受けないとわからないっていう怖さはあるから、なかなか飛び込んでくるの難しい方いるかもしれないんですけど、でも、そうやって言ってもらえて、でもっと仲間を増やして、もっとね、みんなと頑張りたいって言ってくれる先生がいるっていうのは、本当に講座をやってよかったなって、思いますね。Also, one thing that we mentioned at the orientation is that if you have, this is for teachers who work with us, we encourage the teachers who work with us to post their questions, their dilemmas, their things they're worried about, to open up a discussion on any topic that they wish in on our platform, which in this case happens to be Facebook. And to more, please don't be concerned about, oh, maybe I shouldn't be asking this question. If I ask this question, I'm going to look really inexperienced, or we're like, don't worry about that. But I'm very glad we talked about that point, because that I did at one stage a few years ago join a platform of teachers, native teachers in Japan. And of course, me being me, I'm all very friendly and posted a few things, but it was very nasty. Teachers would be like, just because people's ideas were different, they would really, maybe it's an native English teacher's approach, that people can get really nasty to each other. That's a bit scary. And I'm like, I'm not posting here again, because someone is going to like go on the attack. It doesn't really make sense. And it's got nothing to do with teacher development. It's got everything to do with about ego. そうね。So it was terrible. 正しい答えを押し付けてくるっていうかね。なぜそれが正しいと思うのかっていうのはいろいろあると思う。I'm more experienced you and you don't know anything about that. まあでもそれも気持ちはわからなくはないけどね。Oh, well, you would never speak to another teacher in... まあないね。So, 話したことない人にはそういうの、ね。そう。いやだからこう人を理解するのってすごく簡単じゃないんだよ。やっぱりちゃんと理解しようと思ったら、なぜそういうふうに言ってるのかってことまで考えていかないとさ、ただそこだけでいろいろこう言っちゃダメとか、あすんなとかね、それおかしいとか言っていうのはさ、違うよね。Yeah. なんかor you'd give advice because they had a question and then the person would come back and say, I've tried all of that. You didn't understand my questions. Or whatever. All right, whatever. まあそういうことはね、やっぱりね、でももう最近すごく思うけど、これからの時代っていかに素直に生きるかっていうのがキーな気がする。人にどう思われるかっていうことじゃなくてね、自分がどういう人間でありたいかっていうところを大事にする。だからその自分を尊重するっていうのもそうだしね。承認欲求とかもあると思うけれど、そういうことより、自分は今の、なんていうかな、自分のあり方よね。人にどう評価されるためにやるんじゃなくて、自分が自分を評価して、自分の思いを素直に伝えていくっていうのがこれからすごい大事になってくるかなと思うから、やっぱね、自分軸って言い方しますけど、自分軸すごく大事。そう。なんか特にそれを感じますね。
素直にちゃんと対話をしていく。対話をするってことがね、やっぱりされてないことがすごく多いなと思って、教室の中とかでもね。先生は子供たちはこう思ってるんじゃないかなと思って、思ってるんじゃないかという思い込みで行動することがあるけれど、その思い込みは果たして本当に正しいのかっていうことは確認しないままね、こう思ってるに違いないと思って行動するけど、思ってるに違いないと思ってるのはあなたであって、それが本当かどうかは分かりませんよっていうところがあるじゃない。だから対話をしないで、こういうはずだからとか、ね、こう思うに違いない、こう言われるに違いない、こう思ってるからきっとそうとか、きっとそうに思ってるからみたいな思い込みで行動するっていうのは非常にエフィシェントじゃないし、プロダクティブじゃない。だからそこをきちんと言葉を、ラングエッジを介してコミュニケーションを取るっていうのはすごく大事だなって最近すごく思います。はい。ということで。とにかく思い込みが多い。そう、でもこれ子育てとかもそうよね。親の思い子知らずじゃないけど、いやどのぐらい思ってるかちゃんと伝えたのってなるじゃない。で、言葉がなくても伝わるものってあると思うけど、ほら、もう言葉のないハグでもさ、愛情が伝わったりすることがあるにしても、やっぱり言葉を使うっていうことがすごく大事なことだし、で、逆に英語講師として、そういう言葉を教えてるんだっていう意識を持つことってすごく大事だと思うんですよ。ただ、これはこういうふうに言うんだよっていう記号的なものじゃなくてね、言葉を使ってコミュニケーションを取る楽しさとか、難しさとか、あとうまくいかなくなった時の衝突とかね。で、そういうものを体験して経験して、オーバーカムしていくっていう。で、それをリファインしていくみたいなことがすごく必要なんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあこれ日本語でもね、やっぱりやるべきことだとは思うんだけれども、まあ日本語は日本語でね、どっかでやらなきゃいけないとは思いつつも、だから日本語が先ですっていう方いらっしゃるんですが、いやいや、どっちが先ってがいいってわからないんですよ。英語からやって何が悪いっていうのもあると思う。英語からやったっていいじゃないですか。でよくね、あるもんね。英語で言葉を教えたことによって日本語にいい影響があった場合っていうのもすごくあるじゃない。だから、そういうことを考えると、どっちを先にやるのが正しいとか間違いとかじゃなくて、できることをまずやる。それは何のためかって言ったら、子供たちのラングエッジを使った対話力、あとセルフエクスプレッションを育てるっていうところに、やっぱり目的を。So we've got two daughters, and our approach to their upbringing and their raising, and particularly the language development, was the same. At home, we use both English and Japanese. I tend to use English more than Japanese because I want to give my kids the opportunity to use English. Hiromi will use both English and Japanese with the kids. Again, giving them exposure to both languages and a reason to use both languages. Now, our two kids got the same approach from both of us, but their individual ability to express themselves is very different. So we don't know. でもそれは性格があると思うし、でもやっぱりね、自分はどういう人なのかっていうセルフバリューっていうか、ビリーフってものすごく影響があると思う。どういう思い込みでいるかっていうね。劣等感が強い子とか、いつも褒められてる子っていうのは、同じ言葉を聞いても反応の仕方が違ったりするし、ね、だからそういう時にはやっぱ違うことはあるとは思うんだけど、でもやっぱりね、それをどうしたいかってなったら、なんかアベレージとか理想とかがあったとしても、そういうことどうでもよくて、やっぱa little better を行くっていうね、a little better を目指すっていうのがやっぱり大事かなって思うんですよね。私下敷き、アファメーション書いた下敷きをね、アプリコット出版から出したんですけど、I'm getting a little better っていう everyday みたいなのがあるんですけど、ちょっと
と良くなる。ちょっとベターを目指す。ちょっとベターを目指すっていう、ちょっとを頑張るっていうのが、すごくいいと思うんですよね。なんかこう、見えない average とかさ、なんかよくわからない理想って何が本当に理想なのってわかんないけど、なんとなくこうあってほしいぼやーんとしたやつに、すごくベイグな目標に向かってなんかこう頑張れとか言うんじゃなくて、今の時点から little better 目指すようにしたらもういいとしか思えない、その子のペースでその子の little better を目指すっていうね。まあそれはいいとして、はい。で、今日のトピックなんですけど、もうね、何話そうかなってすっごい悩んだんですよ。でね、ちょっとたまたま見てたら、いろんな国のね、教育について、ちょっと覗いてみるの面白いかなと思って、さっき調べてたんですよ。絶対に日本にもありえない。ありえないよね。っていう、だからその、常識は常識じゃないっていうのもあるよね。日本では常識かもしれないけど、海外では常識じゃないっていう。なんかまあ、いろんな視点を持つっていう意味でも、そういうのもあるんだな、みたいなことを知っとくと面白いかなと思います。なんかね。It kind of started a few weeks ago when in our kids' public school, this is before they went to their new school, mask mandates were still in force at school, and it wasn't an onegai base, it was a kyoryo base. And around about the same time, we heard that it might have been Finland or Sweden, and so forgive me if I'm getting the country wrong, but they have a law there that says no schools will allow masks. It's in fact, it's almost illegal for teachers or students to wear masks in that school because the development of students' communication ability is more important than taking measures against the pandemic. Right. And so I thought that's so interesting, isn't it? How different approaches can be from country to country. And this is just on one issue. So that's kind of what started it. And so we just looked into it and we found a few interesting things. Unfortunately, they're not all on one homepage. There's a few interesting things on certain homepages and then the rest are not so really interesting, but いくつかね、ちょっとピッちょっとピックアップしてみました。So, like Finland. Finland has some of the best, highest achievers for mathematics, reading, and science. But they have no homework. そう有名よね。And a lot of free play. 宿題がないけど、子供たちのそのテストとか非常にいいって、なんだっけ They say here, children in Finland don't start formal education until they're 7 years old, which is a lot later in life. It's usually 4 or 5 in most countries. They do virtually no homework or examinations until they're well into their teens. And they're not tested at all for their first 6 years. いいね。全然違うね、日本とね。This lack of competition and academic pressure allows children to flourish, teaching them how to learn rather than how to pass exams. The only mandatory test that Finnish children take is at age 16, at the end of their time at secondary school, which is high school. Right. In Finland, children of all abilities are taught in the same class, which allows less academically gifted children to learn from the brighter ones, with the result that the gap between the highest and lowest achievers is the smallest in the world. They have very, very small science classes.
limited to 16 students at a time, so that all the students can participate in the experiments. 66% of students under these conditions go on to college, which is the highest rate in Europe. So they're doing something right. なんだっけな、映画でマイケル・ムーアだっけマイケル・ムーアの、なんかフィンランドのエデュケーションのドキュメンタリームービーみたいななかったっけ Yeah, it was the movie or the documentary was called Sicko. シコだったっけ、And it compared health services and health systems in a number of different countries. But then, of course, it also related to education. Because Finland, for example, had social security for free, free medical treatment, and a lot of other different aspects of social life that he couldn't understand were not implemented in the United States. フィンランドの学校教育について世界の侵略のすすめかな、っていう名前の映画だと思う。マイケル・ムーア、マイケル・ムーアね。そう、フィンランドの。Well, because I'm sure he also mentioned it in Sicko, I'm sure, as a part of an overall. それまた違うやつじゃないかな。本当に？そう。ちょっと調べてみると面白いですね。フィンランドの学校制度について。なかなか面白い映画だった。昔見たけど。So, can you imagine that in Japan? あとなんだっけCan you imagine that in Japan? No tests? No homework? Yeah. On a different homepage too, it said they get like 75 minutes of free play. 宿題はね、どうしてもね、例えばやっぱスキルとかさ、なんかこう音楽とかスポーツとかさ、英語とか、やっぱこう積み重ねてやっていかなきゃいけないようなものっていうのはなるべく頻度が高い方がいいと思うけど、算数のテストとかね、どうなんだろう。私ね、この間娘が今ほら小学校じゃなくってオールタナティブスクールに行くようになって、で彼女のペースでいろんなこう自分のペースで国語とか算数とか理科とか社会とかね、勉強してるんだけど、学校の算数でこう筆算ってあるじゃない。なんていうのか、算数の計算の過程を全部書いて答えを出さないと丸がもらえないっていうね。でその筆算の仕方が合ってるかどうかってそのプロセスをすごく見るっていうのよ。でもさ、YouTube とかでさ、インド式とかいう、全然違う計算の仕方があったりするじゃない。すごく面白いの。で、それをね、一緒に娘とやったら、こんな風にも計算できるんだねって。掛け算が分からなくても、2桁の掛け算が分からなくても、こうやってやったらできるんだねみたいなのを知ったときに、なんか、面白いって思ったみたいで。恒例のこの計算はってどんどん計算をしていったわけ。で、そうすると、インド式で。そう。で、そうすると、答えは合ってるわけよ。だけど、そのプロセスが違うじゃない。ってなると、学校でそのインド式で答えたら絶対×なわけよ。そうだよ。当たり前なんだけど、でもなんか、違うやり方があってもいいんじゃないって。As long as the answer's right. I'd be like, yes, I'd be like. いや、でも確かにプロセス大事って言うけど、プロセスまで答えが決まってるじゃない。でいろんなプロセスを得ていくっていう多様、ダイバーシティをエンジョイするんだったらいいけど、そのプロセスまで決まってる、プロセスまで決まってて答えが決まってることを何やんなきゃいけないの？そうなんだよ。I mean, I understand the idea of you need to understand the process, but what about, like you're saying, if the process is different within different people? So you could have an extremely gifted person who like gets the answer instantly, and there are kids and people like that. You can throw any maths
problem to them and they'll get the answer like that. And then you have to like, no, you got to write that down. That process. そうしたら、もしさ、そういう別のね、日本で教えるのと違うやり方で学んできた国の子が日本に転校してきて算数をやったら罰にするのかなとかさ。で、それがテストのスコアなのとか、なんかちょっとね、余計なことですけど心配しちゃった。なんかやっぱりね、気に入らないんだよな。答えが1個しかないものを教えることに対して。まあいいや、はい。テストね。宿題ね。宿題も何のために宿題やるかっていうのはやっぱごめんね。すごく大事で、今日もちょっとその話をしてたんだけど、宿題はやるものっていうさ、宿題はやらなきゃいけないものっていうのが先に来すぎていて、とりあえずやれって言うじゃない。After every elementary school class that I teach in the afternoons, I have to spend 5 minutes with the parents after the lesson explaining what we did and also letting them know the homework. And well, the homework I do tend to give involves listening. Usually just listen to the chant or listen to the conversation and practice. Just listen and practice. It's a review, né? And it's a review basically of lesson content. And sometimes there's a little bit of it, but sometimes there's no homework at all. And so I say, this week, there's no homework. And on Wednesday, the mum said to me, Yokata. I'm like, sorry, why's that? I said, yeah, okasan tachi ni ne, no homework ga ii. Ah, so? Yeah. Because... でもなんか前さ、ホームワーク出してくれってすごい言うお母さんばっかりって言ってたよね。そんなことなかった？ I can't remember if that was me, but those kind of mums exist too, for sure. But some mums, they don't, or a lot of mums, they don't like it because they have to, have you done your homework? You haven't done your homework? Do your homework, toka-san. That mother actually said that homework was designed to create friction in the house. 本当だね。She couldn't see any other reason for homework. 先生、こんばんは。Good evening. そうだから、ホームワークがあるだけで、もう家庭がぐちゃぐちゃになるよね。Yeah. やったのやらないとか、今やる、早くやんなさい、言う前にやんなさいとか、今やろうと思ってたのっていうだけでもうなんかケオスよね。So, and that's what she was saying, that that happens every week or every day because of school homework as well. でもさ、本当に目的は何だろうって思う。ちょっとフィンランドが全然行かないんだけど、すっごい気になるからね、あえて言うけどさ、外国人の日本語学習者のね、人が言ってた中で、一番これはやらなくてよかったなと思う勉強があると。で、それ何かっていうと、漢字を書く練習って言ってたのね。で、漢字を書く練習、漢字はね、すごく面白いし、作り方とか、で、ほら、作りが分かると山水だと水に関係があるのかなとか、そういうことを想像しながらやることはすごく楽しかったから、で、ストロークも決まってるしね。その時はすごくやってたんだけど、時間かけた割には全然使わないなっていうのを感じたんだって。で、それより読めることを増やして、単語を増やした方がよっぽどいいっていうふうに言ってたときに、それって日本人もちょっと書くこと大事よ。もちろん綺麗に書くとかね。もちろんそうなんだけど。でも覚えるのは必要のかなと。なんかね、今ね、止めはね払いとかものすごい厳しいわけよ。漢字を教えてこう、払ってないと罰みたいな。なんか跳ねてないとどうのこうのって。で、もちろんね、私悪いことではない。日本人だし、そういうふうに、3つもさ、覚えなきゃいけないこともあるから、いいんだけど、時間のかけ方っていうか、重きの置き方もうちょっと考えた方がいいなって思っていて、で、意外とね、今の子供たち漢字読めない子多いってよく聞くのよ。Well, we were out to dinner this evening, Chuka, and our daughter says, "Is this shoyu?" And I looked at it. I'm like, "Yeah, it says shoyu." でも書けないって言ったんだよね、子供がね。Right, but I can't write it either. でも you can read it. You can read it, and
the most important thing to know about Shoyu. Is that whether you can read it. I don't think I've ever written Shoyu in my life. だから娘が言ったので、これ書けないって言ったんだよね。いや、だから書く前に、まず何のためにやるのって漢字をって。だから漢字は書いて覚えるものってなると、難しい漢字がわかんない、書けないってなって、娘はシャットダウンしちゃうってことが分かって、あ、そうじゃないんだよなって。だからその漢字1個にも what for がないと、ただ1個読むんじゃなくて文脈から読むとか意味を取るとかね。なんかそういうのって全然ないなって思いました。それをね、宿題にするのはどうなのかなとかね。Well, yeah, drills. Kanji drills. Hours and hours and hours. なんか個人的には好きなのよ、私、漢字書くの。I like it too. I'm interested in it. And I can read quite a bit. 10歳の君に can't read that one. いいよ。まあいや、I can... いや、やらない方がいいってわけじゃないけど、何に重きを置いて何のためにやるかっていうところを考えたときに、時間配分と、でも子供がすごく漢字書くのが好きとか習字が好きな子もいるから、それは全然いいのよ。だけど、なんか最近、うちの娘だけじゃなくてね、ママ友とも話してたのは、なんか漢字すごい読めないのよ、うちの子ってすごく言うのよ。でも見てると、漢字を書くのはね、すごいやってるの。だけど、読めないの。So, that's our daughter. そう。うちの娘だけじゃなくて、他の人もそうだったね。だからなんか、じゃあ何のためにやってんのって思っちゃった。はい。無理も宿題になると話が長くなるね。フィンランドそうなんだって、羨ましいですね。In the United Kingdom and Canada, they raise alert levels and reduce absenteeism, that is, kids not coming to school, by allowing teenagers to sleep in. Asa nette iyo. An unusual solution to the problem of teenagers needing more sleep hit the headlines in the UK earlier this year when a school in London became the first to allow teenagers to have a late start in the morning. Research found that allowing teenagers to start school just 25 minutes later raised alertness levels. Meaning that the pupils were better able to concentrate on learning without having to resort to raising their caffeine intake. まあいいんじゃないそれ全部読むと長いから。そう、もちろん。They moved the start time from 9 a.m. to 10 a.m., which made them even more alert. That showed that basically sleeping in is not just a luxury, it's a necessity. だからそれもさ、場合によってはさ、ちょっと寝た方がリフレッシュして、頭が冴えるってことがあるじゃない、でそこを根性論で起きろとかやったところで、やっぱりリフレッシュじゃないよね。Back in 2009, a school in Kent, in England, moved the start time for sleepy students from 9 a.m. to 11:30. 随分ゆっくりだね。With the result that their punctuality and attendance greatly improved, their questioning and answering is better because they are more alert, and the pace of lessons is much quicker. なんかさ、夜やっぱり遅く起きる子が多いのかな。もうちょっとでも寝る時間が早かったらいけるけど、今の子寝るのが遅いから起きれないのかな。A lot of schools have started doing the same in Canada. And seeing similar results like that. Later starts. I like late starts. Yeah. そうね。なんか自分のことは朝やりたい気もするけど、ゆっくりでもいいよね。でもなんかこう絶対こうしなきゃいけないとか日本人のそのパンクチュアリティとか考えると、それはなんかただのレイジーだとか言ってなるね。無理だよ。Not possible. いいとか悪いとかじゃないけど、こういうのもあるんだ、ありなんだなっていうね。これなんだ？China. Okay. なんだっけ、オランダ。そう。オランダもね、ちょっと面白いことあった。
夏休みだっけ No, no, no. School age starts. あ、そう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 。なんだっけ。ちょっとごめんなさいね。4歳だよね。Here we go. うん。Dutch students, Mm-mm. students in Holland, all start their school うん。 on their 4th birthday. Yeah. There are different approaches to starting school and at the age of which is appropriate for students to do so. German children might start their school at 7. British school students start between ages 4 and 5. But there's a big problem when they all start school on the same day. The biggest problem when schools start on the same day is that the younger students and the older students are nearly a year apart. そうなのよ。 And that's quite problematic. すっごいよくわかる。だってもう数ヶ月違うだけで全然違うもんね。Students born in September in the United Kingdom consistently do better at school than those born in August. So in the Netherlands, they found a solution. Every student starts on their 4th birthday, which means that throughout the year, there are always new students joining. いいね。Happy birthday, welcome to your school. そうそう。面白いね。それでもね、面白い。Yeah. その考えいいね。So the oldest student is basically there by themselves until the next one arrives. Right. That's 面白い。漢字ドリルは全然いいんですけど、本人が覚えられるまでで良いなと思います。回数が固定されているので、無駄にたくさん書く羽目になる子、全然書き足りない子、書かずに別のやり方が合う子、そういると思います。本当そうだと思う。本当にそうだと思う。なんか数が決められてさ、すぐ書けるんだったらそんないっぱい書かなくていいけど、書けない子はね、もっとあるし、書き方も、勉強の仕方もその子によってなんかいろいろあってもいいのね。本当そう思う。Yeah. いいよね、オランダ。でもさ、この4歳になったら学校始まるよみたいなのって結構楽しそうじゃない？それ、なんかうまくできないかな。いや、でも日本の場合は難しいか。プリスクールとか。なんか、早生まれとか遅生まれとかいろいろあるけど、なんかそれってフェアでいいね。特に小さい子。キンダーガーデンとかね。小学生ぐらいになってくるともうだんだんあんまり離れてこなくなるけど、幼稚園ぐらいの時って一番月齢によってできることできないこと違う中で、だいたいその同じ4歳でもそれぞれさ、個性があったりね、違ったりすることもあるけど、面白いな、それ。Yeah, it's interesting, isn't it? なんか、Happy birthday, let's go to school. Yeah. っていうのも楽しそう。いいな、それ。Norway. Norway's high school graduation involves a 3-week party. すごいです。3-week party. 3 weeks up there. It's called Norwegian Russfeiring, which traditionally lasts from the 20th of April until the 17th of May before school exams in late May. So between school finishing and their final exams in late May, it's 3 weeks of party. なんかパーティーの後に yes. So after the party, they have tests. なんかそれちょっと The tradition is that Norway high school students club together to buy an old car, a bus, or a van, which they then decorate. They wear red or blue overalls, which also get decorated, and they spend the next 3 weeks in the said car, bus, or van having a wild party, driving between different organized events, finally culminating in their graduation. Now, in the early 2000s, the government were getting a little bit concerned because they were partying too hard. So what they did is they moved the school exams from late May to early May, to try to discourage the kids from partying too much. Unfortunately, the students chose partying over exams. Their grades suffered, and the government moved the exams back. だって。
でも普通に考えたらさ、卒業間近のパーティーって楽しいでしょ、3週間お友達と過ごせるのさ。そうだけどさ、まあ、maybe I'm too オランダ真面目。グレーシステムね、ほんとほんと。ニュージーランドも確かそんなシステムだと聞いた気がします。おお、本当。この4歳のやつかな。Yeah. いやMe, I wouldn't really feel like partying until my exams were finished. でもさ、日本人のこのパーティー感とさ、ヨーロッパ人のパーティー感っていうの全然違うよね、きっとね。なんかちょっとイメージ湧かない。Don't know. テストね。I've never been to a Japanese party. いや、私もないけどさ、なんか、卒業旅行どこ行くとかいう可愛い感じで、ね、初めての、ちょっと。And is that usually before exams? 終わってから、卒業してから。そうだよね。What else? で、パーティーの後にテストって、そう。重いけど、もういいよ、whatever になっちゃいそう。卒業するからテストなんか良くないとかなっちゃうよね、きっと。Hey, this is from a different page. Yeah. Oh, this is the same page. 違う。他にもあったよ。面白いね、なんかね。ちょっと待ってね。Have you got a different page? Yeah. Like I said, we were looking, but there's not all are on this. In France, religious dress is banned. You're not allowed to wear any kind of religious items of clothing. なんで？It's a principle of French society that's called laïcité. Laïcité, なんだろう。Yeah, which is English as secularity, which means non-religious. Right. Although it is stronger than the English idea of secularity. It's basically strong secularity. Right. Secularity means non-religious. Secular society. なるほどね。It's the belief that religion and public life should be kept as far apart as possible. Right. It's not in principle opposed to religion, but simply that they are different. Religion and public life, especially politics, should not mix. まあ、それはわかる。And that religious justifications for political decisions should be avoided. One of the more controversial aspects of this was in 2011, when it became illegal to hide your faces in public places, which was effectively banned Muslim women from wearing the burqa. There was a big debate back in 2011 because of security fears. And 顔が隠れてるのは良くない。And 今みんな隠してるけど。Yeah. They banned that one, but you got to wear this one. マスクはいいけど、ヒジャブはダメみたいなね。Yeah, it's a very controversial thing. But then there's what the Muslims were saying at the time was, you're making the assessment that all Muslims are terrorists, right? When the vast majority of Muslims were so upset by the terrorists and the association of their own identity. だってさ、知り合いの人でいるけど、本当にいい人よね。本当にピースが、日本人以上にさ、信仰深いけど、ものすごく、なんていうの、リスペクトが、いろんなものにリスペクトがあって、すごくエモーショナルコントロールがうまいっていうか、すごく心がピースな人がいてさ、で、あまりにも、なんていうかな、ある人がね、彼女が、彼がさ、ムスリムなんだけど、すごい、本当にピースな人で、こんな人いるんだと思って自分がムスリムになったって言ってたの。でもなんかすごいいいイメージあるんだよね、私の中では。なんかすごく優しくて、
平和主義のイメージがあるけどね。Yeah. It was a very distressing time for the Muslim population of the world at the time, but it also a lot of Muslim comedy came out of that situation. Yeah, I mean, comedians come from all walks of life, and there's plenty of Muslim comedians, especially in the United States and England as well. I saw this one guy, and he was hysterical. He said he was going through the airport. This Muslim guy said he was going through the airport, and he was stopped by security who demanded to look at his ID, and his job description was there. Said comedian. The guy says, the security officer says, so you're a comedian, are you? And the guy goes, yep, I'm a comedian. He goes, well, say something funny. The guy goes, I've just graduated flight school. なんかそれってなんかまあそれは面白い。セキュリティどう思ったんだろうね。そう。どっちっていう。そうそう。どっちって感じ。それ面白い。そう。So it was great because they were able to like laugh at their situation. But yeah. So religious dress is banned in French schools. I think I'm not in agreement with banning. I think there was an airline too. What was the airline that one of the flight attendants got in trouble because she was wearing a cross on a chain, and she was asked to take that off. That might have been a French airline, or it might have been a different airline altogether, but it was against the airline policy of showing any religious items on staff as they work. And she took them to court, I think. So in this case, this particular situation was pretty upsetting for Muslim women, and there's a lot of Muslims in France. でもさ、もしそのクロスがさ、別にそのレジスじゃなくて、例えばお母さんの形見だったらどうするんだろうね。お母さんが死んだ時のね、ものだったら。そうだよね。それもダメなんですかって話。Yes, because you could argue, I'm not particularly Christian. This is my mother's, and I treasure it very much. It's not representative of me. ってなったらどうなるんだろうね。Well, they could say, but that could be still misinterpreted by our passengers. それもあなたがでしょって言っちゃうね。そうだよね。いや、戦っちゃうな。いや、わかんない。なるほどね。So, I don't know. You know, not being particularly religious myself, I'm very interested in the choices that people make with regards to religion. And so I am interested in the concept of religion, and I like speaking with religious people. And like you said, very many of them are just totally... その religious のさ、definition がよくわからなくなることがあって、で、ほら、私なんかこう、religious って宗教なの？なんか信じてるものがあるってするならば、私もほら、目に見えないものとか、いろんな、なんていうのかな、エネルギーとかを信じる人じゃない？で、そうすると、例えば、こういう時にはこういうエネルギーパターンがあって、それを持っとくといいなとか思ったりする時があるじゃない。で、それを持ってると、それは religious だって言われちゃうのかな。I'm not sure that would be... 例えばそういうなんか、なんかシンボルじゃないけど、マークっていうかさ、なんていうの？あるいは、エナジーのパターンがあるじゃない。すごくいろんな。それをなんか持ってたら明らかになんかちょっと違うじゃない。What's the code for like, what's that called? Feng Shui でしたっけ？なんだっけ？Designing your... 風水。風水ね。Right. That's not necessarily classed as a religion, is it? But it's a way of thinking, isn't it? It's a way of thinking. It's a lifestyle for some people. I believe religion here means if it's organized. Organized. それって誰が決めるんだろうね。ね。
Well, I guess I think you're right. Maybe that the definition will just vary from country to country. But that's yeah. Like you mentioned, if you walked into a French school with something that you're なんか wearing, 綿棒みたいなさ、 yeah. エナジー綿棒みたいなの持ってたら、それちょっと religious じゃないって言われた Well, ら then you さ、 go, well, what religion does it relate to? そう。Yeah. If you can't answer that question, it's not a religious そうだよ item. ね。ちょっと難しいな。I'm not in favor of banning うん。 anything regards to religious dress because I think it can open up discussion and talk and it can show diversity in the class. でもなんかね、もし自分と同じ religion の人がいるって思ったら、あって友達になれたりするじゃない。ね。いや、なんかその。Well, if you're in the class with different religion, yeah. I think that's great. I think that's healthy. そうそ Now that leads us to our next one. う。うん。Less than 3% of schools in Ireland are non-denominational or multi-denominational, which means that in Ireland, the Catholics have their own school and the Protestants have their own schools. And they are only less than 3% are either not Catholic or not Protestant, non-religious. 3% しかいないってこと Yeah. Wow. じゃあその子たちどうするの So their education is very much tied up in their religion. Right. And also less than 3% accept like Catholics and Protestants studying together. なるほど。Now, this is a feature, a very strong feature of Ireland in general, particularly Ireland in the north, where there has been a lot of trouble between Catholics and Protestants. Now, coming from Australia, I've never seen any kind of strife or difficulty between our Catholic community and our Protestant community. We have Catholic friends, we have Protestant friends. There are Catholic schools. I don't think there are Protestant schools. I don't remember there being specifically Protestant schools, but the Catholics did have Catholic schools. But more often than not, our regular public high schools and schools were had both Catholics and Protestants in them, and everyone was friends, and there was never any. You didn't even know. そうね。別に例えばキリスト教じゃなくてもクリスチャンユニバーシティに行ったりする人もいるし、日本の場合はね。幼稚園がカトリックで、小学校プロテスタントでみたいなのも。Yeah, so it's really unfortunate that that part of the world has become so, fixed on their particular brand of Christianity. But I guess some Muslim countries have the same problem with Shia Muslims and whatever. But I think it's a real shame when that comes to defining your identity within education. I think education should be beyond that. そうね。You can keep your identity and you can keep your religion, but I don't feel it needs to be refined or strengthened in those terms in a school. でもよくこの間もちょっと話したけど、多様性っていうさ、diversity とかいうのがすごい大事って言ってさ、小学校とかでもね、多様性って言うけど、多様性に対応してないよね。でね、なんか多様性を考えたときに、自分と違う考えとか文化とか持っている人と共存するっていうのが多様性を受け入れるってことだと思うの。排除するんじゃなくて、エクスクローズするんじゃなくてね。で、それを超えてじゃんけど、違いがある中でみんなで共存共栄するのが多様性に対応できている状態って思うんだけど、この中で、いや、あれは違う、これは違う、これはダメっていうようなジャッジが入ると、多様性の、なんていうのか、共存共栄はしにくい気もする反面ね。でも、違いは違いと受け入れるためにあえて離れるっていうのも共存共栄の方法だったりするじゃない。そこをお互いに理解しようとするあまりに、理解なんてさ、
国際理解とか言うけど、理解するってすっごく難しいことだと思うのよ。Yeah. 理解しようとすることはできるけど、I reckon 理解しないまま accept すればいいんじゃない？そう、理解をしなきゃいけないっていうところも考えてみなきゃいけないよね。その違いを理解しようと知る。だから違いを理解するんじゃなくて知ればいい。気づけばいい。違うんだなってそれだけでよくて、そこをすごく深入りして、行くことが悪いんじゃないよ。だけどそこに行けば行くほどなんか違いが目立ちすぎちゃって、なんかこう、よく言う、同化の強要っていうかね、自分と同じにしないとおかしいみたいな、相手を変えてやろうとかね。なんかそういう風になっちゃうといけないよね。いけない。だから理解しようとすることは大事だけど、理解ってできないと思う、私。Because there's some aspects of some people's lifestyles or routines and habits that we'll never understand. だから似たような考えとかいうことはあるかもしれないけど、100% 一緒かなんて。But I accept it. That's what they think, that's what they feel, that's what they want to do, and that's how they do their daily lives. So I don't understand it, but I accept it. And I think it's totally fine as long as it doesn't interfere with my lifestyle. だこれちょっと話変わるけど、LGBT とかもそうじゃない、なんか理解しようってそう言って深入りするんじゃなくて、あ、そうなんだってよくないっていう。ね。どうしてそうなってしまったんだろうとか、なんか、これってどうなんだろう、あれってこうどうなんだろうって、それもいいんだけど、あ、そうなんだっていう。ほら、私のクライアントさんでいたじゃない、私とコーチングすることで初めて、ゲイのカミングアウトをするって心に決めたっていう。いや、英語のコーチングだったのにって話だったんだけど。で、すごく彼はさ、隠してたんだよね。ゲイであることをね。私全然気にしないじゃない。で、本当にこれ。So, yeah, what did he say to you? He said, so you know. そうそう、私、そのコーチングの、やってる時に、後半にね、その英会話が上手になりたいっていう、まあ、いろんな人の理由にもよるんだけど、あなたの、まあ、ボーイフレンドでもガールフレンドでも、まあ、パートナーでもいいんだけど、まあ、好きな人と、そのドライブをしながら、どんな会話をしているかっていう妄想英会話やってくださいねってよく言うのよ。で、こう、なんかイチャイチャする会話でも何でもいいんだけど、その楽しむね。どういう会話が繰り広げられるか、妄想しながら英会話練習してくださいねって言ったときに、彼氏でも彼女でもパートナーでもって必ず言うのよ。で、その時に、男の人なのに彼氏でもって私が言ったもんだから、もしかして、ひろみ先生は気づいてるって思っちゃったみたいなの。私全然気にしなかった。誰にでも言ってるから。Of course, the reason Hiromi does, and I do the same too, is because just because you're a guy, I'm not going to assume you have a girlfriend. Just because you're a girl, I'm not going to assume you have a boyfriend. So yeah, whoever you fancy as your partner, whether it be your boyfriend or your girlfriend, そういう言い方するでしょ。だからそのクライアントさんにとってその自分の好きな人のイメージが湧くために、男なのか女なのかどんな関係でもいいけどって例を挙げることによってクライアントさんの頭にその好きな人とかね会話をする、こうイメージを持たせるためにそういう言い方をしてるだけなんだけど、その一言がずっと気になってたみたいで次の10日後セッションまでに。それで10日後のセッションの時にすごいなんかもじもじしてて、ひろみ先生知ってるんですかって気づいてますかって言うから、何がみたいな感じで言ったら、でも気づいてますよねって言うから、何がみたいになったら、僕はって言うから、ゲイなんですって言うから、そうなんだって言ったら、知らなかったんですか知らなかった。知らなかったんですか。でも前回言ったじゃないですかって。あれ誰にでも言うからって言ったら、そうなんですかって言って、で、私が、そうなのへって別に、だからみたいな感じの反応に、彼はすごくびっくりして、そういう反応するんだってなったから、でもどっちでもよくないみたいになって、そういう人もいるんだって思って勇気を持ってカミングアウトしようって思ったってクライさんがいたんだけどね。
からそれもさ、理解しようとか、なんとか、みんな、そのゲイであろうと、レズビアンであろうと、パンクセクシュアルであろうと、みんなと仲良くしようとか、そういう、なんていうのかな。そういうのいらないってか、いいじゃん、みんなでって。だったら一番楽なのにね。楽。だからそのプロテスタントとか、なんとか、いろいろそういうの信じてるもの違うんだねって言いながら、みんなで楽しいことすればいいじゃんって思うんだけどね。Yeah. でも難しいのかな。日本ってあんまりそういう religious のとこがないからね。So it's hard to imagine. But in saying what I said, that I don't think education and religion, I don't think schools should be to reinforce any kind of religious identity. Members of these communities would say, no, we need these schools to reinforce our religious identity because so many homes are losing it. Right. So they see the exact opposite, that is the role of the school. Right. So, yeah, again, the thinking is different, but not being from a particular religious family anyway. Right. でもなんだろうな、日本の場合とかってどうなるんだろうね。なんか子供であんまりその religious な clothes を着たりすることはないかもしれないけど、いけないのかな？ I've got a question. So a lot of kindergartens and preschools you'll find on temple land. お寺の幼稚園とか。What's their approach? 私、お寺の幼稚園行ったことないからわからないけど。いや、別に、特に、なんかその、お祈りじゃないけど、なんかあると思うよ。本当に？例えば私は、キャソリックの幼稚園だったんだけど、そうか。キャソリックの幼稚園の時には、But you're not Catholic? No. Right. だけど、ちゃんとマリア様の前で礼拝堂があって、朝お祈りをしたり、お花を添えたりっていうようなことはしてたよ。And of course, Easter and Christmas. 覚えてないけどね。あんまり何をやったかってイースターとかも。Well, yeah, I mean, even in school, in a secular school, we did Christmas and Christmas parties, Christmas decorations, and maybe a Christmas tree. This is going way back to the 70s, though. It might have changed now. でもそうやって思うとさ、私最初に小学校でクリスマスとハロウィンやることにすごく違和感を感じてたのは、ちょっと宗教を意識したからかもしれないね。Yeah, I don't think it's really necessary to do in public schools in Japan, personally. But in Australia, I think it seemed most natural at the time. But now, because it's now decades later, with a much, much vaster multicultural community than it was. I mean, it was still in the 70s, it was very multicultural, but mainly from white Christian countries, European countries. It's only been in the last, 40 years that a lot of immigration comes from Asia, from the Middle East, where Christianity is not really part of. Right. So maybe they've stopped doing things like that in schools now because they're not representative of the average community now anymore. そうね。なんかそういえばさ、ハッピーニューイヤーを言わないとかあるよね。宗教じゃないけど、Yes. それを言わないっていう、ね。Yes, I wrote about that on my blog. We had a student. I had she was quite young. She was only like 5. And it was after the winter vacation. School started again. The class started again. She came into the door and I said, "Hey, Happy New Year." And she just looked at me and she goes, she didn't say anything. And she put her shoes in. And I was like, hello, happy New Year. Kind of expecting all the other kids. Right. She was the last to turn up in the class. Right. And all the other kids were already there. And they'd already said Happy New Year. So I tried it again, wondering why she was really, very cold about it. So I tried it again. And then she just looked at me and she goes, "Matthew, I can't say that." And then I remembered, I'm so sorry. Yes, your family. And I was aware that
the family were members of a religious community. I'm like, that's right. No worries, no worries. But of course, the other kids wanted to know. Yeah. And so I dealt with it. And I that's in the blog somewhere. I forget exactly how I dealt with it, but it needed to be addressed. Right. I think I ended the column by I gave a lesson. The lesson was basically, that's right. If you're a vegetarian and somebody comes up with some meat at a barbecue and offers you some, what do you say? Do you say, I can't eat that? Or, no, thank you? Now, the point was that I had no intention in saying Happy New Year to be disrespectful. So she could have said, thank you, but I can't say that. なるほどね。So we accept situations, we accept vegetarians, but vegetarians mustn't misinterpret the kindness by offering meat. 知らなくてとか、ね。そう。それさ、大事だよね。なんか今日ちょっと先生と話してるときに、良かれと思ってやったことが、その子にとってすごくアップセットだったことってあって、わーってやめてみたいなことを言うことがあるけど、でも気持ち的にはさ、手伝ってあげようと思ったそのカインネスに対しては、一旦ありがとうなんだよね。そう。それはそうだわ。そう。なるほどね。いや、でも宗教のこととかも面白いっていうかね。Japanese schools teach moral education. 出た。これって道徳ってやつでしょ？ Yeah. So that's a rather interesting. もうこれ喋ったら3時間ぐらい喋っちゃうね、私。Do you want to read you what it says? Yeah, interesting to know. Of the different approaches to education outlined above, Japan's school system appears to prioritize producing good citizens. Moral education has been taught informally in Japan for decades, but it is gaining ever more prominence in the Japanese curriculum, being taught in some schools on a par with subjects such as Japanese or mathematics. 結構、力入れてます。The subject covers many topics that seem uncontroversial, such as compassion, persistence, and some life skills. In this way, it's quite similar to subjects like citizenship or personal, social, and health education in British schools, except that much more classroom time is devoted to it in Japan up there. However, there is also an emphasis on diligence, endurance, and generally working hard to an extent that might seem excessive in other cultures, as well as topics such as national heritage that could seem to have some nationalistic overtones when taught in the context of morality, rather than more neutrally in a subject such as history. So that's the interesting, from an international perspective, people from outside Japan look at moral education and say, oh, that's interesting. このさ、どういうふうにそのmoral education とするかっていうけど、ほら、日本人は例えば、落とし物は届けるとかさ、なんかそういうのも海外するからモラルみたいな感じで、エデュケーションとしてすごく教えられてるみたいに思ってるかもしれないけど、当たり前っていう考え方もあるし、で、その道徳に関しては、何が大事って、想像することが大事だと、いろんな視点から想像してみるっていうことが大事だと思ってるんだけど、道徳がね、強化になったことによって、私やっぱすごく、危惧する部分があって、やっぱりこう理想的な、いわゆる模範解答的なものっていうのは必ず潜んでるのよ。でね、そこに子供たちをこう引っ張っていくようなのが、moral education だとするならば、それ本当に大丈夫って思うわけよ。
で、例えばそのいじめの問題であったりとか、なんかいじめられる子にも問題があるけど、いじめる子の方がやっぱり問題があるみたいな形で収まりよく終わり、で、それでいじめは良くないよみたいなことで、そうだねって授業ではやるけど、先生のいないところでいろいろやってんじゃんみたいなところがあるじゃない。だからその実際とその模範解答を言えばいい授業としてのそのレッスンとのそのなんていうのかな、ギャップじゃないけど意味っていうところが本当にこう薄まっていかないとエデュケーションしたよねとかいう問題じゃないじゃない。そう。I think true moral education is like the documentary you showed us about that elementary school teacher who sat down with his students on day one and let's have a discussion on how we can all be happy this year. それでいいと思う。それでいいと思う。That's a Japanese elementary school teacher. There was a very interesting documentary about him and his class throughout the year. どうしたらハッピーでいられるかっていう、それだけでいいんじゃないかな。なんかこうしなきゃいけない、こうするべきだになるとやっぱり違うし、あとほらエンデュランスとかあったけど、こう忍耐とかさ、我慢するとか、そういうのもすごくあるじゃない。で、なんで今日も話にあったんだけど、その勉強は何のためにするのかって言ったら、努力して我慢してやりきったことで評価されるっていうことを言ったらしいんだよね。で、それ評価されたから何って思っちゃうのよ、私からすると。じゃあ何のために、その嫌なことでも我慢してやることが大事だっていうのもすごくあるじゃない。でも嫌なことを、やりたくないこと、嫌なことを我慢してやるってそれ奴隷なんじゃないのって思っちゃうの、私からすると。それは本当にあなたの人生にとって必要な、その、ハードタイムなのっていう。このハードタイムはどういうふうにあなたの人生にインフルエンスするのっていうことを考えてやらないと、ただなんか我慢だ、忍耐だっていうのは、なんかちょっと違うかなって私は思うんだけどね。なんかでもなんかまだちょっと戦後の感じがするよね。みんなで戦わなきゃいけない一団結。まあいいけど、どうなんだろう。皆さんどう思いますかね。まあいろんな意見あると思うけど。German schools are strongly opposed to uniforms. Strongly opposed. School uniforms are a popular choice across the globe, across the world, Japan included. In some cases, it's because of the belief that wearing the same thing makes the school population feel more unified and contributing to a positive sense of school spirit and belonging. But just as often, it's for practical reasons, such as uniforms allowing students from different schools to be identified more easily, or that they provide a cheaper clothing option for poorer families, or they make it easier for parents to get their children ready in the morning. それはありですね。There are plenty of countries where school children don't usually wear uniforms, such as the USA or France, but few are so against it as Germany, where uniforms are. The reason they are very against uniforms is because they have an uncomfortable militaristic past. なるほどね。なるほど、そういうことか。そう。道徳はある種宗教みたいで納得いきません。何をもってそれが日本人生であり方なのか分かりません。いや、みのり先生好きだわ。分かる。なんかね、すごい分かる。Shall we start do the last time? 待って、そのユニフォームに関して。でも、ユニフォームがあると確かに朝バタバタしなくて楽っていうのもあるけど、でも、実は不潔よね。あんまり綺麗なことじゃない。だし、自分で中高ユニフォームだったか思うけど、スカートとか、もう毎日履くじゃない。相当汚いだろうなと思って履いてたけどね。でも、今回ほら、私たちもこっちに引っ越してきて、娘たちが公立なのにもかかわらず、やっぱユニフォームを買わなきゃいけなかったときに、まあ、バカ高い。で、ほら、東京の中央区の中で有名なね、ある銀座にある小学校は、アルマーニじゃない。そう。で、10万ぐらいするんだよね。そう。これ2人いたら20万プラス、
体操着とか言って考えるともう、これすごいよっね。てお金ない人は、いやお金ないよ。ないかもうちも頑張って買ったけど、なんかそこまでしてね、なのかな。しかもそんな高いユニフォームを買ったのにもう学校に行ってないっていうさ、もうちょっとすごい無駄なことをしてしまう。そうしたね。うん、Hey, last one. はい。The South Korean school day is very long. Most school days around the world last for 5 or 6 hours. In Brazil, that involves starting school at 7 a.m. and going home for lunch. Wow. In France, it starts at 8:30 and going home at 4:30, but enjoying a 2-hour lunch break, often with a 3-course meal. Ah, that's So, great. France, the meals are pretty good. そうだよね。カリキュラムの一つだからね。So, the meal in France, うん。 French schools is part of the curriculum. そう。でそれそこで素晴らしい。マナーとかも全部学ぶんだよね。British schools usually start lessons at 9 a.m. and finish by 3:30. うんうん。There may be after-school clubs or homework, but about 6 hours formally in the classroom is judged to be plenty, particularly for younger students. うんうん。 In Australia, Minori Sensei, please remind me, my belief was that school started at 9 and ended at 3. And lunch was like 45 minutes. 9時スタート。 Kuji Sato, うん。 elementary school. And high school was 8:30, I think. そ But also ended like 3 or 3:30, maybe high school. I can't remember. う。なんか、私さ、 And every day was the same. Japan's really weird. Like Wednesdays are really short. Kids go home early on Wednesdays. あ In ー Australia, every day was the same. 9 to 3, 9 to 3, 9 to 3, 9 to 3. 10万なる前に給食のカレーをって言って会えられない。そう、本当そうよね。So. なんか私が小学校の時って、なんか水曜日は4時間で、土曜日も学校あったんだけど、土曜日も休みになったみたいな感じがあった気がするんだけど、なんか低学年の時だったかな、水曜日はもう早く帰るっていうイメージがあったんだよね。でもさ、今の子って結構さ、1年生でも6時間とかある日があったじゃない、授業がすごく長くなった感じがする。But it's different. So it's really hard to like, what is it? Are you coming home early today? What's going on today? とかさ。でも実はね、で、そこね、中国はね、they have Saturdays twice a month, but 隣の江東区は全くない。土曜日ないんでしょ？土曜日ない。江東区がないっていうんじゃなくて、実は時間割って校長が決めてるのよ。で、文科省の中で何時間ぐらいの授業っていうふうに言われてるんだけど、その調整って実は校長の採用でできるの。だから学校によって違うのは校長先生が決めてるからで、教育委員会じゃないんだよね。なるほど。そう。So let's learn about South Korea. 4時半から10。8:40, 15:20 primary. I don't remember high school. Interesting. I don't remember high school either, but it was more recent. Yeah, that sounds about right. I think lessons started like at 9, but you had to be there like at 8:40. でも私だったら小学校8時20分までに行きなさいっていう感じがすごくしたな。My teacher used to walk. The staff room in the classroom was a long walk, but he'd always walk with a cup of coffee through the playground to our classroom. A big mug. それは日本では許されない。許さないね。でもいいじゃんね。They used to smoke in class. あ、うちもそうだったよ。担任先生、タバコ吸ってた。そう。By contrast, South Korean students in secondary school can be at their desk for 14 to 16 hours. The standard day is 8 until 4, which is already long by international standards. But students in the last couple of years of school will then go home for some dinner and head out again to a private school from 6 to 9 for intensive revision. There may well be another couple of hours of homework to do even after all of that. South Korean students are among the most successful on international league tables, but it requires a remarkable amount of work. すごいね。勉強してるイメージある。日本以上に受験が厳しいイメージがあ
ったよね、ほら、なんだっけ、電車が遅れたとかで試験に間に合わないっていう時に、ポリスカーが道開けてくれるみたいなさ、受験生最優先みたいな感じにしてくれる。すごいね。韓国ね。って言ったりするよね。Anyway, まあいろいろありますね。なんかちょっと見てみると面白いね。This evening's content was brought to you by Oxford Royale, oxford-royale.com, and another page, this one. Oh, it's the same. なんかね、いろいろ、15 fun facts education of Yeah. the world とかね、調べるといろいろ出てきて面白いなと思いました。でも私やっぱ一番は、自分の経験から言うと、韓国は教科書があったけど、オーストラリアとイギリスでは教科書がない小学校はね。だから先生がカリキュラム作らなきゃいけないっていうのは、すごく私はそう自分が実習行って自分が教えるようになってすごくびっくりしたけど、その時に先生のスキルってすごいなって思ったし、やっぱりなんかね、イギリスの方は結構年齢が上の子だったから、あんまりこう日本語っていうのをちゃんとそう教科としてやるのはあったけど、オーストラリアは小学校だったから、やっぱり総合的な学習みたいなことがすごく多かったからさ、なんかいろんなことを日本語プラスなんとかをしながらやってたりしたじゃない。すっごく楽しかったね。When I graduated high school, and I started going to the Conservatorium of Music in Sydney. I went to a music university, and my house was a bit far from Sydney. It was an hour and a half on the train. So my parents knew that this was going to be too much of it's going to be 3 hours on the train. So where's he going to find time to practice and all of that? So my brother's friend, he said, "You're very welcome. I've got another spare bedroom in my flat. You're welcome to come and live there." So it's much closer to the university. So I went to live with him. And he was a great guy, and he was a primary school teacher, an elementary school teacher. And living with him and seeing what he needed to do every night of the week convinced me I would never be a teacher. Because he used to bring loads of homework. And I said, "What are you doing?" And he goes, I have to make the curriculum. I'm like, ooh. So, yeah. And then what they do, I don't know if it's changed now, but my understanding of what he had to do was write it all out and present it to the headmaster the next morning before he goes and teaches it. Or it might have been a week in advance or whatever, but he was constantly writing and doing things. And he had a big, heavy folder. I'm like, oh. でもそうだよね。私はほら日本語だけだったからそんな大変じゃなかったけど、全部やる他人は本当大変だと思う。だからすごく能力高いと思う。はい。Shall we knock it on the head? 帰国後出席番号と背の順が決まっているのが管理されている感が強くて、私はカルチャーショックでした。出席番号ね。なんかそう、管理されてる感じってすごく日本あると思う。番号1、2みたいな、まあそうだけどさ。And how is it organized? あいうえお？あいうえお順になって番号が決められてるよね。背の順もそうだしね。私前習いもなんか前習いとか休め治れとかさ。We had that at elementary school in Australia. Attention. At ease. あ、そうなんだ。そう。 At ease のか。Did you have that, Minori Sensei? At morning assemblies, whoever had the microphone at the stage would go, "Hey, hey, attention," and everyone would be like, and then at ease, and then you would stand with your legs apart and your hands behind your back. Did you have that in Australia at the school you went to? あったかな。ちょっとモーニングアセンブリーあったけど、どうだったかな。No way, different generation. Oh, it changed. よかった。
私、It なんかもう changed. それちょっとミリタリーだよね。That was primary school, high school, everything. 日本はさ、よくこう体育座りってこう膝をこうやってやるじゃない。Yeah. これね、この間ね、ずっと前だけど、Facebook に書いたんだけど、体育座りって、実はものすごく良くない。体に良くないね。そう。自分のエネルギーを出さない、フォードする形だから、すごく管理、コントロールする座り方なんだって。でも、ちゃんと体育座りってするけどね、なんかいろいろ調べるといろんなことが分かって面白いけど、なんかね。Minori Sensei, thank you very much for staying with us this evening. It's always lovely to have you with us, and your comments are always fantastic. また後日見る方もね。Yeah. Please say hello to your lovely kids for us, from us, and we will see everybody next Thursday, we think. そうね、またちょっと木曜日に戻そうかなっていう感じがしています。ちょっと Right. Next Thursday is Silver Week でしたっけ？そうなんだ。So Monday's a public holiday, Friday's a public holiday. So I think we're available next Thursday. I don't think I'm playing live. あ、そうだ。ないや。22お休みですね。I'm playing live. そうだ。またLINE の方でお知らせしますので、よかったらまた YouTube 遊びに来てください。Thank you for joining us. We hope you enjoyed it, and we will see you next time. Take it easy. ありがとうございます。いつも後から見てくださってる先生もありがとうございます。おやすみなさい。いや、面白いね。一番面白かったのは何？オランダでしょ。Everybody's starting on their fourth birthday. そう。あとI think that is pretty cool. どこだっけ？スウェーデン7歳から始まるの。7歳。フィンランド。フィンランドか。でもなんかね、やっぱハーフトゥーの環境においてそれを耐えて頑張るっていうのはなんかやっぱり違う気がする。もっとなんだろう、人間のポテンシャルとかエネルギーとかをもっとポジティブに使う方法を教えた方がいいと思うんだよね。何かをやりきった先のワクワクした未来を見せるとかさ。なんかとりあえず根性でやりきるってそれが評価になるって違うな。なんかちょっと違うなって思うんだけどね。まあまあ。Good night. はい。おやすみなさい。